ご視聴ありがとうございます。今回は変化が続くあの駅に迫ります。例のあの電波塔のお膝元にあるこの駅の意外な歴史と過渡期ならではの駅構内、そして改良工事の未来像をまとめて解説します。間もなく終了するあの例外措置にも注目です。私が今乗っているのは東武スカイツリーラインの下り列車です。前回起点である浅草駅をご紹介したのに続き、次なる駅へと向かいます。スカイツリーラインの愛称があるのは東武動物公園駅までですが、今回ご紹介する駅は浅草駅の隣、日本最大の電波塔東京スカイツリーのお膝元、その名も東京スカイツリー駅です。そのまんまですね。浅草駅の東側にある隅田川を渡ります。駅周辺が急カーブすぎて、通常はポイントを置かない橋梁上にポイントを置くことになりました。駅間距離は 1.1 キロあるため、カーブを抜けるとそこそこに加速します。なお、かつては隅田川を渡ったこの辺りに隅田公園駅がありました。2面2線の立派な造りでしたが、乗降客数が伸び悩み、戦時中に休止された後に廃止されています。およそ2分で次の東京スカイツリー駅が見えてきました。一面2線のシンプルな構造に見えますが、どうやら違うようです。反対側には仮設フェンスが延々と続き、ここから上り列車には乗れないのが分かります。20メートル車8両編成対応、全長160メートル余りのホームにゆっくりと到着です。ホームに降ります。床面は基本タイル張りですが、部分的に仮の仕上げで固められているところがあります。反対側はホームの下り方までフェンスで仕切られています。そしてこの駅に来たからには一旦浅草寄りへと向かいます。ホームに降りて最初の階段は塞がれており、動線も減っています。上り線側が塞がれていることを差し引いてもホームの幅は狭く、人とすれ違うのもやっとな感じ。観光客でにぎわうスカイツリーのお膝元にしてはなんだか頼りない感じです。発車案内表示器のうち上り線側はテープで塞がれ、ついこの前まで上り列車がこのホームを発着していたことが分かります。ホームの浅草寄りまでやってきました。前面展望などにも映っていた通り、やはりここから上り列車には乗れません。それは入線時の車窓から分かることですが、大事なのは今までのカットに映っていないもの、そうスカイツリーです。高さ634メートルだけあって、近すぎると逆にうまく映らないのです。ちなみにこの駅、かつてはホーム上でのスカイツリーの撮影などは禁止されていましたが、現在はマナー啓発の掲示があるのみで撮影禁止は解除されています。上り普通列車が通過です。皆さんご想像の通り、上りホームの役割はこのホームよりもさらに下り方に新設されたホームに移っています。下り方へと向かいます。下り方の一部を除き、床面にはタイルが敷き詰められているこのホーム、屋根を支える柱には四角い部材が取り付けられているものの、柱の作り自体は古く、レールを流用した鉄骨を組み合わせた相当年季の入ったタイプです。その名の通り、スカイツリーのお膝元にあるこの駅の覚えている人も意外と少なくなってきた歴史を一旦ここでおさらいです。この駅が開業したのは1902年、明治35年。東武の起点はもともと北千住であり、都心に路線を伸ばすにあたり起点として開業した駅です。開業当時は吾妻橋駅という名称でした。しかしその先にある隅田川を渡る橋梁は架けられず、その2年後1904年には曳舟亀戸間が開業、吾妻橋駅は廃止になりました。当時の東武では貨物輸送も盛んで、列車は亀戸から先、現在の総武線の前身である当時の総武鉄道に乗り入れ、両国橋駅まで運行されていました。隅田川を渡る橋がないのは両国橋も同じですが、すでに周りは繁華街で都電を使えば他の場所にも行けたので、利便性はこちらが上でした。東武は亀戸から先、南回りで都心延伸を構想していたものの、用地買収が難航したことで断念。そして1907年、総武鉄道が国有化されます。亀戸から先への乗り入れも当時の東武鉄道と総武鉄道の上層部の関係が良好だったことが大きかったと言われているだけに、その総武鉄道が国有化されたことで東武は自社のターミナルを構える必要が生じ、翌年3月には吾妻橋駅が初代浅草駅として復活。
最初は貨物営業のみだったものの、同月中に旅客営業も再開されています。ただしターミナルとしては初代浅草駅も中途半端だったため、東武は隅田川を渡る橋を架けることになり、浅草経由で上野までを結ぶ免許を申請。浅草上野間が現在の銀座線と重なることから、最終的に浅草を起点とすることになりました。工事は1927年に着工したものの、当時の社長が主張した浅草雷門駅の設計変更や景観に配慮した施設とするための対応に時間がかかり、浅草雷門駅の開業は1931年5月までかかります。同駅の開業に伴い、初代浅草駅は成平橋駅に改称され、同年6月に成平橋駅に乗り入れていた都電が廃止になると、旅客ターミナルの役割は浅草雷門駅へと移ります。なお、吾妻橋と成平橋の位置がこちら。駅名の再変更に合わせて、より駅に近い橋の名前としたようです。ただし貨物輸送は健在であり、都内の私鉄の貨物駅としては最大の取扱量を記録していました。戦後1949年には国内初の生コン工場が構内で操業を開始するなど、貨物輸送は活況が続きましたが、時代の流れとともに取扱量は減少。93年には貨物列車の乗り入れが終了しました。その一方、この駅は別の役割を担うことになります。東武が輸送改善のために建設した北千住以北の複々線。最終的に関東私鉄最長の複々線となったこの線路ですが、起点の浅草駅は設備が手狭で、接続する銀座線も輸送力が小さいことから、ラッシュ時の列車の受け皿には足りませんでした。62年5月には当時の営団日比谷線との相互乗り入れが始まり、18メートル車8両編成をガンガン乗り入れさせたものの、それでも足りず、90年9月、成平橋駅構内にあった電流線の一部に10両編成が発着できるホームが建設されました。もともとあったホームは高架になっていたため、新設されたホームは地上ホームと呼ばれ、10両編成の列車は成平橋が始発終着駅となりました。同時に押上駅までの地下連絡通路が新設され、都営浅草線への乗り換えの便が図られます。北千住や曳舟で切り離しを行う列車もありましたが、地上ホームなら10両のままで都心へ入れるため、成平橋駅は都心側のターミナルとして重要な役割を果たしていました。ところが2003年3月、営団半蔵門線が押上まで開業、東武が曳舟押上間を建設して乗り入れを開始したことで、成平橋始発終着の10両編成は半蔵門線直通に移され、地上ホームはほどなくして廃止、押上成平橋間の連絡通路も廃止されました。この4年余り後、2007年10月には戦後操業を開始した生コン工場も閉鎖され、工場や貨物駅などの跡地は東京スカイツリーや付随する商業施設の建設に充てられます。地上ホームがなくなり、一面二線に戻された成平橋駅でしたが、2011年にはリニューアル工事が行われ、30人乗りのエレベーターも設置されました。翌年3月には駅名が東京スカイツリー駅に改称され、伊勢崎線の一部区間にスカイツリーラインの愛称がつきます。かつて貨物列車のターミナルとして、そして伊勢崎線の旅客輸送を支えた成平橋駅はスカイツリーのお膝元として再スタートを切りました。そして昨年11月、島式ホーム一面二線の状態から上り線が移設され、今に至っています。スカイツリーのオープンに合わせて改修されたこの駅、屋根は膜を張ったタイプに交換され、床はタイル張りにされましたが、屋根の骨組みなどは元のままのようです。ホームの中ほどから下り階段で改札階へと向かいます。駅自体は高架線になっており、改札までのエスカレーターは案外距離があります。そしてここがこの駅唯一の改札、東口です。かつては上り方に正面口がありましたが、上り線のホーム移転に合わせて閉鎖されました。上りホームはこのホームに付属する改札からは行けず、改札そのものが分かれています。改札前には係員が立ち、案内も行われます。上りホームへと向かいます。改札内で行き来できれば便利ですが、この改札のすぐ横に高架線をくぐる自由通路があるため、上下のホームは分離されています。先ほどの改札は向かいにスカイツリー周辺の商業施設が立ち、作りも立派だったのに対し、この先で通路は仮囲い付きの簡素なものになり、屋根もなくなります。途中には接続する押上駅までのルート案内もあります。
カイツリーラインは隣の曳舟駅で都心側に分岐しており、その都心側の隣の駅が押上駅ではありません。かつては連絡通路もあった両駅、今でも運賃計算上同一の駅として扱われているものの、駅同士は離れており、歩いて数分はかかります。バス乗り場や商業施設の横を歩いていく必要があり、動線も曲がりくねっているため乗り換えは結構大変です。入り口の床はブロックではなくアスファルトで、屋根や左右の壁面も簡素な作り。これが完成形でないのが一目瞭然です。上りホームへと向かいます。入り口こそ仮設感が漂いますが、改札を入るとそこそこしっかりしており、ホームに上がる階段などは綺麗なものです。ただしホームに上がった場所のあたりは結構狭く、人が増えたらさばききれない感じです。先へと進みます。ホーム幅はぐっと広くなり、天井の高さや線路側に何もないこともあって開放的な雰囲気です。もちろん先ほどのホームよりもこちらの方が新しく、スカイツリーの名前を付けた駅にふさわしい綺麗な内装です。その先にはホームが囲われている場所があります。スカイツリーは上りホーム側の改札のちょうど南にそびえる一方、押上駅はむしろこの辺りの方が近く、いずれこちらにも改札を作り、押上駅との連絡を便利にする構想のようです。ホームの終端までやってきました。合流部分だけが先に作られたポイントの奥で、単線の高架線が遠くまで伸びています。上り特急が到着です。この車両は東部の最新鋭特急車両500系リバティ。停止位置は前寄せで、3両編成はホームのはるか奥に止まります。停車時間があるのでそのまま乗り込みます。特急券はありませんが、それでも大丈夫。実はこの駅から浅草駅までの上り特急では乗車券のみで乗れる例外制度があるのです。座席種別によっては利用できないのには注意が必要ですが、一般列車は10分間隔なだけに非常に便利な制度です。この制度、元はこの駅を10時以降に発車する特急列車に上り浅草駅までの場合だけ特急料金不要で乗れるものでした。個室車両と一部の特急列車には乗れない制度で、12年10月に始まり、翌年5月までの予定でしたが、その後14年3月まで延長されました。同年4月からは10時以降の縛りがなくなり、全ての時間帯の列車が対象となったものの、実はこの制度、今年3月18日のダイヤ改正に合わせ前日までで終了することが決まっています。乗車券だけで特急列車に乗るなら今というわけです。ホームに戻ります。高架が続く下り線に対し、上り線は地上に降ります。もともとスカイツリーラインは上下線ともにこの駅の下り方で地上に降り、半蔵門線方面からの線路と合流、次の曳舟駅の手前で再び高架になる線形でした。今行われている工事は東京スカイツリー駅を移設することではなく、その先の線路を高架にすることが主目的です。旧ホームから下り方面を見てみます。上り線から伸びた渡り線と交差しつつ線路は地上に降ります。この辺りは上り線が新ホームに移転した後、今年1月下旬に下り線が仮線に切り替えられました。今後上り線の左横に下り高架線を建設するため、下り線をさらに左側に移したのです。この時線路の形状にホームを合わせるため、終端部は下り方に向かって左側に移動しており、先端は床面が仮の仕上げになっているほか、向かって右側はホームが削られています。このカットの奥で線路は左にカーブし、左の線路からは留置線が分岐。左に留置線を見つつ勾配がなくなるあたりで線路は道路と交差します。ちなみにこの全面展望のノーカット版もありますので、概要欄から見てくださいね。そして先ほどの踏切が伊勢崎第2号踏切。大通りにあるこの踏切は交通渋滞を招いており、この踏切をなくして道路と鉄道の安全性を向上させること、交通のボトルネック解消を目的に16年3月に立体化工事は都市計画決定を受け、18年1月に着工していました。なぜかここだけ地上で残っている踏切ですが、実は2003年の半蔵門線開業時、次の曳舟駅付近の高架橋が改築され、高架区間がこちら側へ延長されていました。この高架橋をさらに伸ばして成平橋駅までつなげ、
駅自体は下り方へ150メートル移設、2面4線にすることになっていたのですが、景気後退によって輸送人員が減少したことで2001年に中止されてしまいます。隣接する留置線との兼ね合いもあって長らくそのままとなっていました。成平橋駅の地上ホームが廃止されたことで列車本数は減りましたが、交通渋滞は深刻であり、スカイツリーのオープンで人や車の流れが大きく変わったことで踏切廃止論が高まります。その後、以前このチャンネルでもご紹介した竹ノ塚駅での踏切事故をきっかけに連続立体交差事業の要件が緩和されたことから高架化計画が再始動することになりました。対象範囲は東京スカイツリー駅西側から曳舟駅の手前あたりまでおよそ 0.9 キロ。東京スカイツリー駅は将来2面3線になる予定で、現在の駅はスカイツリーや押上駅から少し離れていますが、この工事に合わせて移転することで利便性を高めます。一方、もともと線路の北側にあった10本の留置線は5本に減らされるものの、それらの機能を維持しながら工事を進めるため難易度も高く、相応の時間がかかります。線路脇の施設からは単線の高架を颯爽と走る上り列車が見えます。また工事現場の横にある仮囲いには現地の写真や工程の案内も記載され、期待が高まります。下り線が高架化され踏切が除却されるのは2025年3月。あと2年で路線と駅と街は大きく変わります。ご視聴ありがとうございました。